ドトゥ UFC に出場する4選手の振り返っていきたいと思います。見てて親心的にすげえ嬉しくなったのはありましたね。今後の動きっていうのは超大事になってくると思いますけどね。マズトがとにかく頑張ってたっていう映像しか出てこない。ずっと戦いが続いてて、どっちが最後立ってるかって言ったら達也さんですよね。Welcome to リニアチャンネル。今日は先日紹介したロードトゥ UFC に出場する4選手の試合について振り返っていきたいと思います。前回の動画で上げさせていただいた尾崎蓮選手、野瀬翔平選手、川名真人選手、安藤達也選手の4選手の試合をそれぞれ振り返っていきたいと思います。1人目、尾崎蓮。いい試合だったな。めちゃくちゃいい試合だった。はい、格闘技は同じぐらい始めて、はい、高校も一緒で、はい、なんか縁のあるファイターで、すごい性格はね、真面目で天然な子なんですよ。すごい成長してましたね。見てて親心的にすげえ嬉しくなったのはありましたね。本人は8戦で2分けはあるんですけど、はい、6勝無敗で今回のロードトゥ UFC に選ばれたんですけど、本人もまさか選ばれるとは思ってなかったような感じで、無敗でっていうのでいろんな期待とか応援とかみんな乗せて乗せてって言ってるうちにこう腰がとか首がいませんとかなんかなってく、そういうきつい時期もあったみたいですけど、はい、しっかりそこと逃げずに向き合って最後はいいマインドセットで金網上がれていいパフォーマンスを出したと思いますね。国際戦は初めてだし、埼玉の久喜市っていうすごいちっちゃいところから出てるし、UFC にそっから出るってなったらなかなかね、うちのちっちゃい地元なんてって思っちゃうがゆえにパフォーマンスが出なかったりすんのかなとかすごい心配もあったんですけど、そこは代表の島村さんっていう人のアドバイスもすごい良かったと思うし、そこはねパフォーマンス出し切ってましたね。めっちゃ良かった。今回で変な無敗の2っていうのは降りたと思うんで、はい、ここから伸び伸びやっていけばまたさらにね強くなると思うんで楽しみです。内容としてはね、ステップインからのブレーキも効いてたから、最初にパパーンって長いの打って次それがフェイントになって前手とか、はい、それリズムのチェンジがあって、それにもう1個ぐらいリズムチェンジができるようになったらね、結構みんな倒せるようになりそうな予感をさせるファイターでしたね。尾崎蓮選手はバックボーンが野球ですよね。パンチのスピードがなんかキレがあるな。思いました。ここに対して遠心性を持たせるのがうまくて、ここの操作でここが走るんですよ。なるほど。やっぱ、はい、ここが走らない、球も走らないで、パンチも一緒で、はいはい、そこに対するここの辺の操作が上手なんで、はい、それをさらに細かく打てるっていうのができてきてるんで楽しみですよ。東大宮からね、まさかこんなスピードでこんな若手有望株が出てくるとはっていう感じです。自分も頑張っていきたいですね、はい、一緒に。今回負けたっていうことですけど、負けによってその気負いが取れるから今後はさらに期待できる、そうですそうです。真面目でピュアなんで頑張りすぎちゃってた部分もあったと思うんで、 UFC が次も絶対チャンスあげたくなるようなパフォーマンスだったから、年齢考えても後がない選手とはわけが違うし、伸び伸びやってこいよっていう話はちょっと送りました。絶対行くと思います。2人目、野瀬翔平選手です。ユ・スヨン選手との試合はすっごいいい試合でしたね。強かったですね、ユ・スヨンが。いい組力、やっぱ似たようなタイプですっごい噛み合ってる試合なんで、あれやっぱ崩すの難しかったですね、ユ・スヨンは。グラウンドやっぱお互いがお互いの技を対処し合うようなレベルでハイレベルな攻防を繰り広げてて、そんな中でもう一個しつこかったですね、ユ・スヨンが。体の強さがちょっとあったなっていう感じですかね。今後彼はどうなってきますよとか語れるあれじゃないですけど、前向きなコメントを確か残してたと思うし、はい、得意分野で戦ってダメだったっていう経験は結構大きく自分を変えるタイミングだと思いますね。だから一回パフォーマンスが落ちることを受け入れてでも、なんかこう自分だったらいろんなことを崩してもう一回破壊して、はい、一からもう一回でかい
ビル作っていくじゃないけど、そんなイメージでやっていくかなと思いますね。組んだら絶対勝てるっていうところで、今まではそこに付き合ってもらえず敗れてったのとはまたちょっと違うから、はい、今後の動きっていうのは超大事になってくると思いますけどね。はい、でも絶対、はい、上がってきますね。はい、別にその負けたからって弱くなったわけじゃないじゃないですか。むしろ強くなったというか、はい、それを経験にして自分で自分の評価下げるようなことしなければいいだけだと思いますけどね。それでも本当に格闘家だけではない話じゃないですか、今の考え方。はい、何かにこうつまずいた時に、そこでつまずいただけの話があって、はい、これ得るものがあるので、はい、成長するんじゃないですか、はい、っていう話ですよね。はい、そうです、そうです。つまずいたっていうだけです。けどそこで自分がダメになってるとこう結びつけちゃうことが多い気がしますね。こうやっぱ勝ち負けっていうのがはっきり出る競技だと、特に知らねえよっつって、はい、負けてねえよぐらいの気持ちでいくのか、はい、受け入れて作り変えていくのかっていう話だと思うんですよね。はい、3戦目ですね。川田マストさん、はい。本当マストも負けてたら僕は今日ここに来てないですから、絶対ブッチしてましたからどうですか、試合振り返って。よかったっすよマジで。試合ね、やっぱ冷静に見てねえなって今思いましたね。自分全然マストがとにかく頑張ってたっていう映像しか出てこない。3ラウンド行く時もやばい、仕留めないとダメじゃんって思ってたんだけど、1ラウンドコントロールしまくってたことをもう完全に忘れてるんですよ。やばいって思っちゃって、はいはい、そうだ1ラウンドコントロールしてたんだったみたいな、3ラウンド取れば勝てるみたいな、はいはいはい、で試合中もなってたりだとか2ラウンド目は結構危なかったじゃないですか。そうですね。ちょっとね冷静に振り返ると、1ラウンド目、はい、最初パッてマストが近場でフェイントした時に、はい、あ、入れると思って、はい、僕も思ったんですよ、はい、でマストも多分それ思ったと思ってスッて入りに行って、でそこに対して相手アッパー用意してたけど、まあそこも間に合わなくてマストが組めたんですよ、はい、で組んだ時の押し込み感とか跳ね返り感見て、あ、勝ったわみたいな、これは手堅く勝てるぞと思ってたんですけど、はい、やっぱ、上半身のさばきがうまかったですかね。思ってたより力っていうよりもさばき方がうまかったのもあって、はい、もうちょいねなんかこう力でなんとかしてくるんじゃねえかなっていう見立てだったんですけど、さばき方がうまくてマストがそこで結構離されちゃって得意の展開になってましたね、向こうの2ラウンドとか特に。いやでもよかったな、走ったしね、あいつもパンチからそれぐらい自由にできるのはいいな、やっぱ持ってんなと思いましたいいじゃないですか、足がついてんだから走って逃げたって。けどやっぱファイターってそういうのはダメだっていう、それもまあ概念っちゃ概念ですよ。そこからいやうるせえよっつって逃げれる、無理なもん無理だよっつって正直に走れるマストの良さ、最終的にそれされるんだったらちょっと捕まえにくいなこっちもとか思っちゃうかもしんないじゃないですか、ね、あれはねいい選択だったっすよ。でも本当に実際に彼を救ってますから、またリセットかけてまた組の展開に行って、最終的にはやっぱあの地獄へみんな持ってくっていうところまでちゃんとやったっていうところですね。すごい疲れたでしょうね、はい、やばいだろうなあれは。最後インタビューに喋れてなかったじゃないですか。座ったら起きれないインタビューですよね、はい、あいつやばいでしょマストの全米デビュー一言目、それみたいな、目ん玉飛び出るかと思ったマジで。 I have to get a contract with UFC、No, no, no. I must get contract with UFC because I am must. ナイス。片言感もあって、やっぱアメリカの方とかすごいあれを喜んだと思いますね。面白かったっすよ、とにかく。ショーを 見させられてるような気分になったっすね。川名マスト劇場みたいな、はい、ただ友達としてはもうあんなダメージを負う試合もうやめてほしいんで、ディフェンスとか組までのスムーズさとかしっかり修正して準決勝バッチリいってほしいですね。優勝でしょう、はい、シンがね多分反対から上がってくるだろうから、そこのレスリング対決になりますね。面白い試合になるんですね、はい、まだ分かんないですけどね、はい、4人目安藤達也選手です、はい、死ぬほどかっこよかった。
っこよかったです。あの人はやっぱ獣だなっていう思いましたね。いやーすごいっすね。相手選手も脅威だったんじゃないですか。途中から顔めちゃくちゃビビってたじゃないですか。なんでこの人こんな死なないのっていう、俺何と戦ってんのみたいな顔してましたよ。だって途中、相手選手もすっごい右が伸びるなと思って、結構硬そうなんだけど全部体も乗せてリーチも結構あってみたいな、そこのなんかストレートの距離が長すぎて最後までちょっと読み切れないなっていう感じになったんじゃないですかね。やっぱ階級差もあるし、シンプルに鍛え上げてきたフィジカルの差はやっぱ15分の中じゃ覆せなかったなっていう感じですね。ただやっぱ僕が思うのは、あのままずっと戦いが続いててどっちが最後立ってるかって言ったら達也さんなんですよね。この間言ったそのなんだろう、リラックスしてたら神経切れないっていうのもまさに体現してた選手で、でもそれってただ単にリラックスして力抜いてればいいかっていうわけではなくて、そこに対してすごい集中力と殺気を入れながら力を抜くんで、高難易度技術ですよ。特に現代社会でそれをやるのは本当に難しいと思うんですけど、あの人はそれをすっごいやっぱ自分と向き合ってすごいいいマインドセット作り上げてきたんだなっていう試合でしたね。あとはなんかもうスタイルもキッドさんみたいな、そうですね、獣味のある動きですよね。そうです。絶対試合する場所で多分すごいインパクトを残す方だし、はい、どこに行っても人気は出ると思いますね。結構日本人選手多く出場されてて、はい、ただ残念ながらあんまり芳しくない結果になってしまいましたが、どう期待しますか、準決決勝っていうふうに。フェザーが4人中2人、バンタムが3人中1人残って、フライはダメでしたと、軽量が。で女子は相手が軽量ダメでしたと。4人か、はい、4人残ってるわけですね。9人中4人が残ったっていうことで、最終的にやっぱ残れるのって1人だから日本人頑張れっていう風には言ってますけど、それぞれ日本人同士の対決も出てくる可能性が十分にありますから、フェザーがその可能性が残ってますね。ぜひ、フェザーは2人で決勝で日本人同士の熱い戦いを見せてほしいなっていう思いますね。以上が先日行われたロードトゥ UFCシーズン3第1回戦についての振り返りになりました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。私がレンレンとか言ってなんですよ、ちゃんとチンタツそば食ってからじゃないと。そうですね、ああいうのお会いできないですよね、チンタツそば。自分も食ってないですけどね。なかなか秩父にあるんでね。あ、そうですね。